腹の店って感じですね。うん、美味しかったです。チャーハン欲しい。他ではやっぱりなかなか味わえないチャーハンですか？絶対ない。中毒性ありますね。ありがとうございます。恐れ入ります。はい、すいませんでした。習い事。いつもこのぐらいの時間ですか？ほとんどこれぐらいですね。早いですね。バイクで通勤ですか？そうなんですよ。寒いですね。げんこつと背骨と豚足、もみじ、鶏ガラ、丸鶏。あとはまあ魚介系。いろいろ入るんですね。そうなんですよね。まあいろいろ試して増やしたり減らしたりして結構変えてますね。いいものはどんどん取り入れるみたいな。これ味玉のタレですね。もうご自身で作られてるんですか？そうですね。基本麺以外は全部自分で、麺だけ作ってもらってるんですけど、ここは全部基本自分でやってます。開始は何日間か熟成されたりとか？そんなにね、熟成はしない。いろいろ材料を入れて火入れして2日寝かすというか、ちょっとでもすぐ使えるのでそんな熟成は進ませないんですけど。チャーシューは出るとき何キロぐらい？ラーメンとチャーハンと両方で10キロかな。お店は何年前から？ちょうど今年で16年目なんで、丸々だと15年です。それまでは全然違うことされてたんですか？基本飲食が多かったですけどね。全部一人でやると段取りが大変ですよね。そうなんですね。結構もうルーティン化しないと全然間に合わないですね。お米は何合ぐらい用意おされるんですか？米はね、マックスで4升5合、小と波と大とあるので、チャーハンのサイズが、波ばっかりバーって出るとたくさん取れないし、小ばっかりの日は結構取れるしで、途中でご飯なくなっちゃったりする時もあったり、もう炊くスペースがないので4升5合しかないんですけど、うちは。じゃあチャーハンは売り切れたら終わりなんですか？そうですね。今年上は高3、下は中3なんで、大昔のやつそのままポカってあるです。それじゃあお子さんが生まれたタイミングでお店じゃあそうそうそう、本当そうなんでですよ。上の子が生まれて2歳だったから、もう貯金ゼロで裸一貫でやったんですよ。若かったから何にも考えてないんですけど、全然大丈夫だと思ってやってたんですけどね、2、3年お客さん全く来なくて、何回やめようかなと思いました。やめようかなって言っても、この仕事がしたいからね、好きだからやってたんですけどね、よく今考えたら運転資金とか全くなかったし。も自転車操業みたいな感じだった。そうそう、借金とかはね、ほとんどなかったんですけど、ただもうお金がないってだけで、最初は暇で、昔は夜もずっとやってたし、売り上げがなきゃ食べていけないじゃないですか。だからもう必死に夜中はもう間借りして、この店終わってからラーメン売りに行ったりとか、酒屋でバイトしたりとか、それでもダメならやめようと思って、そしたら3年目ぐらいからお客さんに分かって知ってもらえるようになって、それでやっとここまで来たって感じですよね。豚骨だけで2時間半、9時間ぐらい、今6時じゃないですか。4時から4時半にスープあげるんで、低い温度でちょっと、待つ時間も入れると9時間10時間ぐらいですかね。がっつりバーって沸騰させるとかっていうのはそんなやらないですけど、ガッてうまみ出したいんで強火でやって、であと弱火でやってみたいな。今作られてるスープっていうのは明日の分とかでも
そうですそうです。これ今からやって1日冷蔵庫で寝かして、だいたいこれ70杯分ぐらいかな。今1日お客さんって多い時だと何人ぐらい？これマックスでマックス70だから、チャーハンとラーメン合わせて70食70食ぐらい。チャーハン60ぐらいしか取れないかな。でも7060ぐらいですかね。お客さんのほとんどはチャーハンと飲まれるんですか？一緒に。9割ぐらいもっといくかな。まあでも最近中華そばだけのお客さんも多いですけど、基本両方頼んでもらってますね。チャーハンとラーメンと。ガラを入れます。好きだからやれるけど、そんな長いことできないだろうなって思ってる。全然やれるって思ってたんだけど、ここ 2,3 年で一気になんかやっぱり本当にね、50超えるとマジできつい。もうお客さんが来てくれるからと思って朝起きれるけど。下の意識っていうところ、たけちゃんラーメン。ああ、なんかちらっと見た。本当ですか？あの方がやめたらやめたでつまんないからやるって言ってましたよ。そうですね。いや、それすごいわかる。僕もだから仕事してるのが一番楽しいし、結局まあ仕事ばっかりしてるんだけど、やっぱり人生に張りができるから楽しいけどね、毎日きついけど。今日5時半ぐらいに来られてたじゃないですか。そう帰りは何時ぐらいになるんですか？8時。8時ですか？うん、もう、ね、10時には寝ようと思って絶対。昔12時とかに寝てたんですけど、5時間睡眠でやってたんですけど、もう本当にダメで、それでからやられちゃって1回。夜やめて5時に起きて5時半に来て、でまた始まって夜8時までやってみたいな、収録でやってる。まあみんな飲食なんかみんなそんなもんだと思うんですけど、だから本当に気づくとお店にいる。僕はやっぱり仕事してるのが一番充実してるっていうか、飲食でね、日曜日休みって最初言われたんだけど、子供と入れる時間って絶対もう戻ってこないじゃないですか。だからもうそれだけはと思って、結果良かった。だから入学式とかもね、ああいうものも全部出れたし、運動会も出れたし、まあ、今思えば本当に良かったなと。やっと大きくなってきてから、もうそろそろ別に日曜日やってもいいかなと思ってるんだけど。そうなんだ。神社あります？豊国神社ね、あそこの中に大河ドラマの玄関みたいなのができたんで、すごい人がこの辺にしては嫁さんにお願いして週3ぐらいで今入ってもらってるんですよ。もうまた別の需要のお客様が増えて、観光客っていうんですかね、そういうお客さん増えちゃったんで。名古屋では結構なんか昔からある古いですよね、林製麺さんは。大体林製麺さんというと、ああ林さんねって結構知ってる人が多いですよね。ご自身で書かれた。そうそう、一人でやってると話する人がいないじゃないですか。孤独なんであれを見て奮い立たせるっていうわけじゃないけど、結構考えがねこうブレるじゃないですか。いろいろ毎日あるとお客さんはすごく大切にしてるつもりなんだけど、お客さんに合わせすぎるとやっぱりダメだと思うんですよね。自分がやっぱり作りたいものを作ってるっていうね、自分が美味しいと思ってるものを作ってるっていうのがないと長続きしないと思うんで。これもう毎日されるんですか？そうそう、これをやっとか一応やらないとね、一応やれることだと思って
このチャーシューは一晩寝かすんですか？そうですね、明日使います。脂身部分は何かに使われるんですか？これチャーハン用です。あ、チャーハン用なんですはい。それはすごい。10代から飲食やりだして、で20代の時に豚骨ラーメン屋をやってたんですけど、その時もずっとチャーハンやってたんですよ。チャーハンやらないとお客さん来ないかなと思ってやりだしたんですけど、今チャーハンのお店多いですよね。なんか昔に比べると、チャーハンもやってますみたいなお店がほんと増えてきて、はい、一回行ってみよう。気になるから。メンマ少し細い気がするんですけど、乾燥メンマを戻すんで、戻り具合結構ばらつきどうしてもあるんですよ。使われてるメンマは一般的なメンマなんですか？うちは本当に乾燥してカッサカサの状態から約4日かけて戻すんですよ。でこの大きさに戻ってくる、火に入れかけて水変えてみたいなことやるとだんだんこうやって膨らんでくるんですけど、膨らんだ状態で味入れてこうやってやるんですけど、味付けはチャーシューのタレと同じそうそう、チャーシューのタレを使うと醤油とあとお酒とかも一緒にやるんですけど、毎日じゃあ食べるんですね。します。もう気になるもんで味が。
はい、いただきます。よいしょ。ね、景気よくなっていただけるんですけど、去年のうちも10件。いますね、結構。開けましょうか。何しようと、あと焼き飯代お持ち帰りで、全部ネギ抜きで。全部ネギ抜きで。あ、じゃあこれで。31枚だ。すいません、お待たせしました。
疲れ様でしどうもた。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせでしたね。すいません。どうもありがとう。ありがとうございます。特製中華そばの焼き飯の特製と小どうぞ。特製中華そば特製はい。大盛り焼き飯セット小で焼き飯小ではいセットではい。並小で並小ではい。チャーハンセットのなみなみではいスタンプ押しておきましょうか。はい次はもうスーパーボール2個とるのに1200円ぐらい。前来た時大変お待たせいたしました。特製の大盛りのお客様行きますね。すいません、お待たせでした。お待たせしました。特製並のお客様。はい、こちらです。はい。すいません。お待たせでした。はい、あ、こちらです。あ、すみません、ありがとうございます。焼き飯と、すみません、しました。皆さんよく来られるんですか？久しぶりですね。2、3ヶ月に1回ぐらい来る感じなんですけど、結構家から遠くて1時間以上そうなんですか。ちょっと遠くて頻繁に来れないんですけど、めっちゃ味美味しいんで中毒性ありますそうじゃないこちらが台で、こちらが波ですね。こちらが台で、こちらが波ですね。ありがとうございます。すいません、どうもありがとうございました。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 失礼します。どうもありがとうございました。はい、会計やりますね。どうもありがとうございました。じゃあ、2名様、1名様、1名様までどうぞ。はい、ごめんなさい。
製中華そばとはい焼き飯の小のセット2つ。特製中華そば、飯の波のセット、焼き飯並のセット、中華そばの大盛りと、中華そばの大盛りが2つで。すみません、麺かかってでき麺が両方ともです麺があ、じゃあ、一つだけ一つだけ大盛りの方。順番にお作りいたしますので少しお時間いただきますね。順番にお作りいたします。お待たせしました。特製中華そばがお2つですね。はい、お願いします。お待たせでした。どうぞ。すみません、焼き飯ショーがお2つです。お待たせしました。焼き飯ショーですね。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございました。すみません、長いことお待たせいたしました。お二人はよく来られるんですか？初めてです。チャーハンがめちゃくちゃ美味しかったです。店主さんがすっごく丁寧な方で、一人でやってみえるけど本当に綺麗にいろいろやっていたので、美味しく食べれました。やっぱりチャーラーの店って感じですね。美味しかったです。大盛りの麺固めいきますね。はい、失礼します。もう特製ですね。恐れ入ります。ありがとうございます。お待たせいたしました。焼き飯の何ですね。これなら良かったですか？お待ちしましたか？焼き飯ですね。左手ですね。次は9名か。はい、左手手前のお席どうぞ。中華そばとはい焼き飯の小のセットで、はい、中華そば小、中華そばの小、焼き飯セット何？焼き飯の波で。前田さんは岡本太郎が好きなんですか？そうなんですよ。太陽の塔が好きで、太陽の塔に衝撃を受けたんですよ。だから太陽食堂なんですよ。結構大人になってから見たんですけど、たまたま本当に縁がなくて見てなかったんですけど、これすごいなと思って、そのタイミングとお店出すタイミング結構近かったんだと思います。で、店の名前何しようかなと思って、最初食堂にしたかったんですよ、僕。中華そば、カツ丼、焼き飯とか、そういうお店にしたかったんですけど、手元でもそんなことやれなくなっちゃって、ラーメンがすごい手がかかるじゃないですか。だからもうそれでどんどん夢中になってって、で気づいたら
こんな感じになっちゃって。なるほど。お待たせしました。中華そばがお2つですね。失礼します。ポイント席きますね。大変お待たせいたしました。恐れ入ります。すいませんでした。大変お待たせしました。そうです。恐れ入ります。ありがとうございます。お待たせいたしました。どうもありがとうございます。恐れ入ります。ありがとうございます。大変お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。お待たせしました。焼き飯生姜を2つですね。じゃあ何ですね。すみません、お待たせしました。認定すみません。お次も2名様大変お待たせいたしました。認定どうぞ。味玉中華そばがお2つですね。失礼いたします。お待たせいたしました。お待たせいたしました。中華そばがお2つですね。大変お待たせいたしました。焼き飯の生姜お2つです。どうぞ。2名様大変お待たせいたしました。左手の奥ですね。はい。2名様、こちらでお待ちください。恐れ入ります。助かります。ありがとうございます。すみません。長いことお待たせいたしました。どうも。失礼します。どうぞ。中華そばの小ですね。大変お待たせいたしました。どうぞ。すみません、焼き飯生姜お2つです。どうぞ。こちらも小でしたね。お客様お待たせでした。ありがとうございました。大変お待たせいたしました。すみません。ありがとうございました。2名様ありがとうございました。すみませんでしたね。お待たせしました。どうぞ。お待たせしました。2名様お待たせしました。右手どうぞ。お待たせしました。中華そばのはい。焼き飯セットの波1つ焼き飯セットの波で。中華そばのつなぎの焼き飯セット、焼き飯そうね。中華そばの波とセットの焼き飯
波で。それにます。助かります。ありがとうございました。大変お待たせいたしました。どうもありがとうございます。何を一つで。お時間何時頃が良かったですか？15分後。はい、わかりました。はい、じゃあ準備しておきますね。ありがとうございます。お待たせしました。はい、すみません、お待たせいたしました。中華そばですね。どうも。はい、どうぞ、お待たせいたしました。中華そばですね。お待たせいたしました。どうぞ。チャーハンも中華料理屋さんのチャーハンはチャーハンで美味しいんですけど、食堂に出てくる焼き飯みたいなイメージ、こってりまでいかないけどみたいな、そういうイメージでやってます。だからちょっと醤油味というか少しだけ。中華そばはどうですか？中華そばはね、魚介香るみたいなふわっとくる感じのちょっと甘めの、それこそまた食堂に出てくるような、本当に僕も食堂が好きなんでだからそういうイメージでやってるんだけど、昔の作り方だとやっぱりまた時代と合わないじゃないですか。だからいろんな自分ができる限りのやってるつもりなんですけど、答えはないですね。本当にチャーハンもなかなかね、こうやってお客さん来てくれてるけど完成しないしどんだけやっても答えは見つからないけど、こんだけ作ってもいい時もあるし悪い時もあるしで、チャーハンって本当難しいと思います。すいません、焼き飯の並と小ですね。こちらが並で、こちら小ですね。すいません、焼き飯の並ですね。取り皿良かったですか？もし大丈夫ですか？はい、もう焼き飯の数がもう何できたらちょっとお断りすることありますけど。なるほど。今日ここ僕初めて来て、味の方どうですか？めちゃめちゃ美味しいです。今日は何頼んだんですか？今日は中華そばとチャーハンの並で、マジで並にしてめっちゃ正解です。チャーハンめっちゃうまいです。ボリュームありますけど、全然食べれます。焼き飯だけ持ち帰りできるんですか？そうそうそう、電話でたまに注文いただいて、できない時もあるんですけど、注文は受けるようにしてます。なるべく焼き飯の数がもうなくなってきたらちょっとお断りすることはありますけど。あ、どうもありがとうございます。すみません。お願い事お願いしました。どうもありがとうございます。うちとも中華そばの並一つと焼き飯の並。中華そばの麺大盛りで焼き飯の並の。焼き飯の並で。お待たせいたしました。中華そばの大盛りですね。どうぞ。こちら味玉ですね。どうぞ。焼き飯の並が2つですね。どうぞ。ありがとうございます。恐れ入ります。はい、すいませんでした。願い事。じゃあすみません、焼き飯小ですね。お待たせいたしました。よく来られるんですか？ 2、3回です。ああ、そうなんです来たらいいけどいつも混んでるから太陽食堂さんの魅力みたいなのってございますか？焼き飯のあれかな、味の濃さ美味しいです。美味しいですか？はい。ごちそうさま。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。すみません。お待たせしました。どうもすみません。すみません、お待たせいたしました。こちら中華そばの普通盛りですね。こちらは中華そばの小ですね。お待たせしました。中華そばですね。お待たせいたしました。
焼き飯何ですね、お客さんお待たせしました。焼き飯生姜を2つですね、すいません。特製中華そばですね、失礼します。味玉ですね、お待たせいたしました。エンドレスどうでしょう。休む間もなく本当にもう2時だもんな、あっという間に。飯の台焼き飯台で、はい。どうもすいません、お待たせです。すいません、こちら焼き飯のスープよろしかったらどうぞ。懐かしくね。これゴリラの花にゴリラの花に。うわ、結構このお肉最近そうだね。今味玉中華そばの味玉大盛りで、焼き飯は焼き飯は何で？はい。頭でなんか声はかけられてないんだけど、めっちゃ自分から移りに行ったので全く前のやつね。待って超えるかな。ではすみません、味玉の中華そば何ですね。すみません、お世話になりました。どうぞ。いいでかいし。中華そば何ですね。いや、うまそうすぎる。どうぞ。
焼き飯小ですね。すいません、お待たせいたしました。こちらが並と、こちら小ですね。お待たせしました。焼き飯小ですね。お待たせしました。この辺の学生さんなんですか？港区の帰り道なんで、部活の帰りとかですか？今日はなんか早帰りみたいな。よく利用されるんですか、皆さん？早帰りの時は来てます。これ昼飯ですか？昼飯ですね。どうもありがとうございます。すいませんでした。お待たせいたしました。すいません、お待たせしました。失礼します。お待たせしました。じゃあ、ここ2つじゃないですか。上の階でお待たせ。始めた当初ワンオペだったとか孤独とか感じなかったですか？未だに感じるよ。だって喋る人いないじゃないですか。店来てずっと一人でいると孤独を感じますね、やっぱり。業者さんが来たりするとちょこっとお話しすることあるけど、今日のラーメンの出来が良かった悪かったって喋る人いないしやっぱり誰かと一緒にスタッフとやったりした方が気が紛れるというかね、だと思うんですけど、今はもう結構お客さんも定着されてると思うんですけど、最初はだから本当にお客さん来なくってずっと煮干しの頭取ってたよ暇で本当にもうダメだと思ってたから、どれぐらいお客さん最初来なかったから、だからやっぱり今来てくれてるお客さんもね、本当に当たり前だと思わずにね、大事にしたいなっていつも思ってる。本当にありがたいもんだって。その経験がないとありがたさって感じない。そうそう、こんなたくさん飲食があるのに待ってまでね、こんな来てくれるなんてことはもう本当にありがたい話です。あんまり今日お客さんの反応が良くなかったからダメだったのかなとか思って、今日はあんましだったんだなと思って、この前もそうだったんだけど、最後のお客さんがごちそうさまでしたって言って、ご夫婦だったんだけど、美味しかった、待った甲斐があったわって言ってくれて、ああいう一言があると本当疲れが吹っ飛ぶ。逆にもうそれだけでやってるみたいなもんだもん。お客さんが美味しかったよって言ってくれるためにやってるだけでね。お待たせいたしました。焼き飯の何ですね。どうぞ。焼き飯小からいきますね。すいません。お母さん小ね。はい。そばの小ですね。お待たせいたしました。そば並ですね。お待たせいたしました。すいません、焼き飯小ですね。ごめんなさい、遅くなりました。いえ、大丈夫です。
はい、すいません。ありがとうございます。週2ぐらいかな。結構昔からですか？ 5年6年。いや、もっとですよ。もっとそんなんやったっけ。7年間週2ぐらいで通われてる理由とかってございますか？チャーハン欲しい。他ではやっぱりなかなか味わえないチャーハンですか？絶対ない。太陽食堂さんの他の魅力とかってもしあれば。マサは素朴だで。いい人だよ。うん。あ、なるほど。すみません、ありがとうございました。ありがとうございました。すみませんでした。置くところがないんですよ、うち。何回も相談したんですけど、狭くって入らないんですよね、それが。ちょこっとしか入れれないじゃないですか、あんなの。だからもう手で洗った方が早いかなと思って。それは食洗機がね、大きいのがあれば楽ですけどね。券売機と。